こんにちは、村雲です。今回は先日年次改良が行われたタイミングで国内導入された IS500 のファーストエディションではなく、通常のカタログモデルがミッドランドスクエアにて展示されておりましたので、こちらの内外装紹介をファーストエディションとの違いを中心に紹介していきます。それではご覧ください。まずはグレード構成についてです。レクサス IS のグレード構成としてはご覧の通りとなっており、2リッターターボ、2.5 リッターハイブリッド搭載車両には、ベースグレードからスポーツグレードの F スポーツ、ラグジュアリーグレードのバージョン L が設定されているのに対し、3.5 リッター V6 搭載車両には F スポーツのみ、今回紹介する5リッター V8 搭載車両には F スポーツ以上のスポーツ性を求めた F スポーツパフォーマンスグレードの設定のみとなっていることが注意です。各グレードの車両本体価格はご覧の通りとなっており、これまでの最上級仕様であった IS350 の F スポーツ仕様から IS500 は約200万円高となっており、500台限定である IS500 のファーストエディションはさらに50万円高となっています。この50万円分の価格差としてどのような装備が追加されているのか注目していきます。IS500 に搭載されているパワートレーンは、その名の通り、今となっては非常に貴重な5リッター V8 エンジンが搭載されており、そのスペックは最高出力481馬力、最大トルク535ニュートンと非常に強力なものとなっており、日産の GTR がオーダー終了となっている現在、国産最強のスペックを誇っているエンジンとなっており、電動化が叫ばれている昨今の自動車市場を鑑みても、非常に貴重かつ魅力的なパワートレーンであると言えます。パワートレーンのスペックに関しては、通常仕様、ファーストエディションともに共通であるため、パワートレーン目的でファーストエディションを選択する必要はありません。続いて、外反色についてです。レクサス IS には、今回の年次改良のタイミングにて、ご覧の12色のカラーバリエーションが設定されていますが、F スポーツのみの設定である IS500 では、ご覧の8パターンのバリエーションのみしか選択できませんので、注意が必要です。ただ、外反色においても、通常モデルとファーストエディションに差分はありません。こちらのバイトーンカラーをファーストエディションのみ選択できるといった差別化が行われてもいいように感じました。内装色に関しては、IS としてはご覧の計5色のバリエーションが設定されていますが、通常の IS500 の場合は、こちらのブラックシート1色のみしか選択できず、注意が必要です。レクサスのホワイト内装が個人的に好みなので少し残念です。また、ファーストエディションに関しても内装はこちらの画像のバリエーション一択となっており、ブラック内装にブラウンステッチが入った仕様となっており、通常仕様との差別化が行われており、オーナメントの違いもありますが、そちらは内装紹介のタイミングで紹介します。今回紹介する展示車の仕様はこちらの通りとなっており、グレードは F スポーツパフォーマンスの通常仕様となっており、パワートレーンは繰り返しになりますが、5リッター V8 エンジンとなっており、このハイパワーエンジンで氷のみを駆動する FR の駆動方式となっており、外反色はシルバーであるソリックイリジウム、内装色はブラックとなっています。外観紹介、まずはフロントフェイスからとなります。IS のフロントフェイスは前回行われたマイナーチェンジから非常にアグレッシブとなっており、その印象を与える一因となっているのが、フロントフェンダー部の拡大によるものとなっています。フロントを斜めから見ると、ボディの拡大具合がよくわかり、正面から見た際の踏ん張り感へとつながり、このアグレッシブなフロントフェイスが形成されています。また、レクサスでおなじみとなっているスピンドルグリルに関しても、IS は2度のブラッシュアップを重ねたことで、デザインが熟成されており、スピンドルグリルを中心として、そこから放射状にヘッドランプやボンネットフードのラインへとつながるデザインが非常に洗練されています。スピンドルグリルに関しては、F スポーツグレードの場合、メッシュ状のスポーティーなものとなっており、下部、サイドのダクト含めて、ピアノブラックで塗装されていることにより、ラグジュアリースポーツの雰囲気を感じさせる仕上がりとなっています。ヘッドライトは、スピンドルグリルとのつながりを持った非常にシャープなデイライト形状を備えたものとなっており、マイナーチェンジ後のシャープさをより印象づけるものとなっています。このヘッドライトは IS500 においては
スポーツグレードであっても、シャープな3連 LED ヘッドライトが標準装備となっています。こちらはファーストエディションでも同様となっています。改めて引きでフロントフェースを見ると、スピンドルグリッドを中心としたシャープのフロントフェースが形成されていることがよくわかるとともに、先代の ISF と同様、5リッター V8 エンジンを搭載するためのボンネットフードの盛り上がりが IS のアグレッシブさをより引き立てており、純粋に見た目で欲しいと思える魅力的なフロントフェイスであると言えます。サイドに回り込んできました。IS のボディサイズは IS500 の場合、全長 4760mm、全幅 1840mm、全高 1435mm、ホイールベースが 2800mm となっており、5リッターエンジンを搭載するスペースを確保するため、その他のグレードよりも全長がプラス 50mm となっており、副次的にですが、より伸びやかなシルエットとなっていることが特徴です。サイドのシルエットとしては、FR 車らしく、前輪から運転席までのプレミアムレングスがなく取られている伸びやかなプロポーションであり、ルーフロのラインがなだらかにボディ後端までつながるスポーツセダンのシルエットとなっています。ボディの側面には1本のエッジラインが入っており、またボディ下面から斜めに駆け上がるラインと重なることで、リアフェンダーの盛り上がりを強調しています。この処理は斜め後ろから見ると、よりそのデザインの特徴をつかみやすくなっており、複雑なラインがリアフェンダー周りを構成しています。また、このフェンダー部分とルーフのラインを分けるトランクスポイラー周辺の処理には、寄せ絞りと呼ばれる工法が採用されており、この工法によってつまみ上げるようなシャープなトランクスポイラーが形成されており、この IS のデザインに対する開発陣のこだわりを非常に感じます。また、サイドの質感に関しても非常に高く、B ピラー周りのパーツやサイドスカートに関しても全てピアノブラックにて塗装されており、こちらもフロントフェイス同様、レクサスクオリティが担保されているように感じます。ちなみに、サイドの装備の通常仕様とファーストエッジの違いとして、ミラーの塗装が挙げられます。ファーストエッジの場合は、画像の通り、ミラーの支柱も含めブラックとなることで、通常仕様との差別化が図られています。ホイールデザインに関しては、このようになっており、こちらも IS500 のみのデザインであり、サイズは前後で異なり、フロントが 235-40R19 インチ、リアが 265-35R19 インチとなっています。ホイールデザインが通常仕様とファーストエディションでは異なりますが、この展示車両では、たまたま製品仕様と異なり、通常仕様にファーストエディションのホイールを履かせているようです。通常仕様のホイールがこちらの画像の通りとなっています。ファーストエディションのホイールは、これまでの IS でたびたび設定されていたモードブラックの特別仕様と同様のデザインとなっており、非常に人気なデザインであり、通常仕様とファーストエディションの外観の印象を変える装備となっているため、要注意です。正直なところ、50万円アップ分は、ほとんどこのホイール装備分と考えて差し支えないと思います。また、もう一つの違いとして、通常仕様の場合、ブラックから画像のオレンジキャリパーへの変更が可能となっていますが、ファーストエディションではそれができません。オレンジキャリパーによるアクセントが IS のスポーツ感を高めてくれますが、ファーストエディションでは選択できないことが残念であり、注意です。リアに回り込んできました。リアデザインの特徴としては、前回のマイナーチェンジから導入されている一文字のテールランプであり、綺麗に面発光することで夜間での存在感が抜群であり、シャープさも相まって非常に IS のデザインとマッチしているように思います。また、その他の特徴的な装備として、ハイパフォーマンスを象徴する4本出しマフラーがこの IS500 にも備え付けられており、一目で IS500 だと分かる装備であることが所有満足度を満たしてくれます。ボディ下部のスポイラーに関してもピアノブラックで塗装されており、外観上好きなしの品質となっています。改めてリアデザインを見てみると、サイドのデザインで紹介した寄せ絞り工法による特徴的なデザインとなっており、トランク容量とのトレードオフとなってしまいますが、絞り込まれたシャープな造形がスポーツセダンらしいフォルムを形成しており、こだわりを感じるデザインは非常に好印象です。内装紹介。まずはトランク容量についてです。テールゲートは電動式ではないのは少し残念ですが、ボディの軽量化のためには
致し方ないかと思います。トランク容量はご覧の通りであり、リアデザインの際に述べたように、デザイン性重視の車両であるため、広大であるとは言えません。また、セダンであるため、トランク床と開口部に大きめの段差があり、荷物の出し入れ時に荷物をスライドして出し入れすることができません。サイドのえぐりとしては、手前側は大きくえぐられてはいますが、奥に行くに伴い、どんどん狭くなっているので、そこまで幅広のものは積みづらい印象です。床下スペースに関しても、昨今珍しいテンパータイヤの収納スペースに大部分が割かれているため、床下スペースもほぼ活用できず、トランク容量を拡張することはできません。一応、トランクスルーの機能を備えているため、ご覧のように鉱石を倒すことで、長尺物の収納には対応できますが、セダンというボディ形状の都合上、高さ方向のスペースが十分でなく、また、ボディ合成確保のための環状骨格が組まれているため、スペースにも制約がある印象です。そのため、この車両が購入候補に上がる方は重々承知かと思いますが、実用性よりもデザインや運動性能に重きを置いた車両であることが改めてわかります。続いて、運転席周りの紹介になります。運転席ドアの内回りはこのようになっており、黒の内装であり、依頼としては少し地味ですが、上面にソフトパッド、中央にもうっすら模様が入ったソフトパッド、そして持ち手にスウェード素材を用いることで、スポーツセダンであることを主張しています。ウィンドウスイッチの台座のオーナメントには、アルミのような光沢のものが用いられていますが、こちらが通常仕様の装備となっており、ファーストエディションでは、こちらの画像のベンガラというオーナメントが随所に用いられているのが、通常仕様との大きな違いとなっています。また、下部にはペットボトルホルダーを差し込めるようになっており、実用性も兼ね備えたものとなっています。ドアのスカッフプレートには、スポーツのロゴが入ったものが備え付けられていますが、こちらは通常仕様、ファーストエディションともに同じものとなっているため、見かけ上変わりはありません。また、ボディ合成確保のため、サイドチルが厚めに取られていることと、セダンボディであるため、乗り込む際には多少の窮屈感がありますが、こちらは致し方ないですね。ステアリングデザインはこのようになっており、スポーツのロゴが入ったスウェード素材とパンチングレザーの組み合わせのものとなっていることで、スポーツカーらしい武骨な仕上げとなっており、パドルシフトも備え付けられています。ステアリング上面は、ウィンドウスイッチの台座同様、通常仕様がサテン調のものに対し、ファーストエディションでは画像の通り、ベンガラが配置されています。スイッチ配置としては、マイナーチェンジが行われていますが、急性なものとなっており、予防安全系の操作スイッチが斜めに配されているものとなっているのが少し残念です。しかし、予防安全システム自体は、前走車の距離を一定に保って走行するレーダークルーズコントロールや、その際のハンドル支援であるレーントレンシングアシストなどの機能は標準装備となっているため、目的地や帰り島では車任せ、目的地で思い切り楽しむといった走らせ方ができるのがありがたいところです。メーターはこのようになっており、オープニング画面が IS500 専用のものになっていることに加え、スポーツ専用の8インチディスプレイでおなじみのメーターリングがスライドする独特なものとなっています。情報表示量としては最新世代のものやその他のメーカーの車両のものには劣りますが、タコメーターを中心に置いたシンプルな情報表示が走りへと収集させる雰囲気作りに寄与していますし、何よりかっこいいですね。運転席からの視界はこのようになっており、スポーツセダンではありますが、ドアミラーの配置を工夫されていることで、運転中の視覚は比較的進めであると言います。ただ、私のドライビングポジションでは、ボンネットフードの端などを視界に収めることができませんでしたので、車両感覚を身につけるには慣れが必要かもしれません。また、横長ではありますが、ナビの両線が視界とギリギリ被らないくらいであったため、沈み込むようなドライビングポジションの方は要注意かもしれません。ナビに関しては 10.3 インチのものが標準装備となっており、情報表示量としては十分かと思います。操作性に関しては、センタートーネルのタッチパネルを使用する方法と、直接の画面タッチに対応しており、選べるのはいいのですが、ナビ画面が比較的遠くに配置されているため、運転中に画面に触れるには向かないため、少し残念です。その下には、アナログ時計を中央に配して、エアコン吹き出し口があります。
このアナログ時計がレクサスという感じがして好きだったのですが、最近のレクサス内装では採用されなくなってきており、少し残念です。その下にエアコン操作系スイッチがピアノブロック調の台座の上に配置されており、温度調整のスイッチがタッチ式となっており、少し直感的でないように感じました。その下にはオーディオ系のスイッチ類が配置されており、左右のボリュームボタンには金属パーツが使われていることで、操作時に質感の高さを感じることができます。この展示車には、通常仕様、ファーストエディションともにオプションであるマーク・レビンソンのサウンドシステムが備え付けられていました。その下には全席用のシートヒーターとシートベンチレーションのスイッチがあり、この機能は IS500 の場合、標準装備となっているため、運転中の快適性も担保されています。改めてですが、9種類の内装を引き継いでいるため、少しスイッチの数が多い気がしますね。マイナーチェンジでこの辺りの刷新は困難かと思いますが、もう少しステアリングスイッチに機能を移すなどして、スイッチ量を減らすなどができればなと思います。スイッチ類が多すぎると運転に集中しづらくなるので、この部分はこの車両のコンセプトに反する部分かと思います。その後ろには、こちらもスウェード素材を用いたシフトノブが配置されており、その横にはドライブモードの切り替えダイヤルが配置されており、さらに後ろにはナビ画面操作用のタッチパネルが配置されています。先ほど述べたように、運転中のナビ操作はこちらで行うことになるかと思いますが、少し慣れが必要そうな操作性に感じましたね。オーナーとなればそこまで不満に感じることはないかと思いますが、アームレストにもスウェード素材が使われていることで、スポーティー感が演出されており、その中には USB ポートとシガーソケットが配置されています。容量も必要十分かと思います。ペットボトルホルダーは縦に2つ並べて配置されていますが、こちらスイッチ類を減らせば横置きも可能なスペースを確保できるかと思いますので、もう少しスペースを有効活用したいところです。グローブボックスも標準的な大きさではありますが、気持ち上げなどされていなかったのが少し残念です。シート形状はこのようになっており、形状自体は他の S スポーツグレーズと同じものですが、IS500 の場合は素材にウルトラスウェードを用いることで、サイドをしっかりと支える形状に加えて、スポーツ走行中に滑りにくい機能性を兼ね備えた、よりスポーツに特化したシートとなっていることが特徴であり、先ほど述べたように、ヒーター機能とベンチレーション機能も備えた快適性が担保されているのが嬉しいところです。通常仕様の場合は、ホワイトステッチが配置されているのに対し、ファーストエディションでは画像のブラウンのステッチが配置されていることが大きな違いとなっています。続いて、後席についてです。後席のドアの内張りはこのようになっており、前席質感からは少し劣る印象でした。ソフトパッドやスウェード素材は使用されていますが、中央部分の模様がなくなっていたり、下部にペットボトルホルダーがないといった点から、全席優先の車両であることを感じさせます。乗り込む際も、サイドシールの分厚い点であったり、ルーフラインの関係上、頭をかがめながら乗り込む形となります。乗り込んでから感じたのが、後席シートのクッション性の高さですね。改めて降りて確認したのですが、ご覧の通り、後席座面が非常に分厚く、しっかりとしているため、そのように感じるのだと思います。足元スペースとしては、身長170センチの私のドライビングポジションに合わせた状態で、このぐらいのスペースになっており、足が組めるほどの余裕はありませんでした。また、ルーフが落ち込んだ形状となっていることで、リアガラスの開口面積がそこまで大きくないことと、それに加えて、先ほど述べたシート座面の高さから、私の身長でも頭上スペースが手のひら1枚分くらいしかなかったため、身長高めの方の場合は、後席の圧迫感が相当なものであると思われ、注意が必要です。後輪駆動車であるため、センタートンネルの張り出し高さも相当なものとなっており、後席真ん中に人が座るのはほぼ無理であると考えられ、実質寄りに乗る車であるという捉え方がいいかと思います。後席エアコン吹き出し周りの質感もそこまで高くなく、センターアームレストにもペットボトルホルダーがあるのみで、後席に USB ポートはなさそうですので、このことからも、この車はドライバーズカーであることを改めて感じます。ただ、シート形状に関しては、ご覧の通り、4人乗り特化させることで、サイドの張り出しが大きく、シートのクッション性も合わせて、長距離運転でも疲れにくそうなシートとなっているため、ドライバーと一緒にスポーツ走行を楽しめるポテンシャルを秘めているものと思います。まとめです。外観に関しては、前回のマイナーチェンジから色あせることなく、見た目で欲しいと思わせてくれる、非常にかっこいいセダンであると言えます。
昨今の SAV ブームに一石を投じてくれる一台であると思いますし、私も現行のセダンの中では、陣を争うかっこよさだと思っています。内装に関しては、外観同様、スポーツセダンであることを主張するインテリアとなっており、特に IS5 で用いられているスウェード素材が、高級感でなく、スポーツ走行への機能性を重視した車両であることを主張してくれています。スイッチの多さなど、古さを感じる点はありましたが、予防安全装備などの中身に関しては、アップデートされているため、機能面に関しては不満が出ることはないかと思います。ただ、後席周りの質感に関しては不満に感じられる方もおられるかと思いますので、自身の車の使用環境を照らし合わせた検討が必要かと思います。いろいろと述べましたが、5リッター V8NA という貴重なパワートレインの魅力が様々な不安を吹き出してくれるかと思いますので、手に入れることができるオーナーの方は、ファーストエディションでなくても、ぜひ一度その動力性能を体感することをお勧めします。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。